ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES君がいないザ・ファーストテイク、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあSixTONESザ・ファーストテイク歌声分析、今回で最後の曲君がいないということでですね、もうね歌声分析した後にカメラを回してるわけですけれども、いや今回もねめちゃくちゃすごいですね。もう次から次へと新しい声だったり新しい表現がやってきて、もう最初から最後までずっとテンション上がりっぱなしでした。もう本当にすごすぎて途中瞑想してるシーンとかもあったりするんですけど、そういった部分も含めてですね、最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速SixTONES君がいない歌声分析 GO!さあ、うわもういきなり止めちゃいますけど、ジェシーさんの裏声すごいですね。まるで雄たけびのような裏声だったと思うんですけど、こちらの声の出し方はですね、喉の空間を広げているんですよね。そしてその声を鼻に入れるような声の出し方かと思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。みたいな感じかな。いや、いつも予想の斜め上の声を使ってきますよね。素晴らしいです。続きいきますよ。面白い音色ですね。すいませんね。また今回も小刻みに止めちゃってますけど、今回のこの部分の声もですね、こう喉をこうキュッて締めて、また珍しい声質を使ってますよね。もう一回聞いてみましょう。みたいな最後の音がですね、一番こう喉を締めたような感じの声の出し方ですね。前回のこっからで説明したソブっていう声だと思います。多分ねこれソブ合ってると思うんですけど、すごくジェシーさんいろんな声をコントロールしてますよね。次いきますよ。さっきの声質とはガラッと変わってますよね。全体的に声がこうビリビリした感じありますよね。これはシャウトボイスっていう声です。僕のSixTONESの歌声分析動画を毎回見てくださってるストタンの皆様にはおなじみのワードだと思うんですけど、このシャウトボイスを使うことによってですね、全体的に荒々しさだったりかっこいいニュアンスが出てくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。最初はシャウトボイス入ってなかったんですけど、途中からずっとシャウトボイス使ってますよね。今3回止めて解説しましたけど、3回とも違う声質の説明をしましたよね。僕ジェシーさんの喉はどういう構造なのでしょうか。本当にすごいですね。次いきますよ。もうね、一言一言違う声を使ってるんじゃないかっていうぐらいバリエーションが豊富。どこを解説したらいいのでしょうかっていうぐらいいろんな声使ってるんですけど、印象に残ったところの解説いきますね。まず後半部分はですね、全体的に子音が強いんですよ。これアクセントって言われる強い音を使っているっていうことなんですけど、ただ全体的にアクセントをつけているんじゃなくて、しっかりと音のインパクトをつけたいところにアクセントを持ってくるみたいな感じのラップをしています。そして一つ一つの音を短く切るテクニック、スタッカート、これも使ってますね。でフレーズ後半はですね、またシャウトボイスを使って喉を締めたような声の表現、本当にすごいですね。もう一回聞いてみましょう。
うん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 いやーなんかね聞いてると嬉しくなりますねすごすぎてね。次いきますよ。うん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 コーチさんのねこのストレートな声たまんないですね。ジェシーさんがいろんな声を見せた後にコーチさんの声でこう落ち着いた雰囲気を感じれるというかね、なんかホッとしますよね。コーチさんの声はですね今回胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つのですね声の響きを同じぐらいの割合で使ってるのかな。胸腔共鳴の響きっていうのは声の太さだったり声質のたくましさ、これらを表現するんですよね。で口腔共鳴、口の中はですね普段の話し声のニュアンスを大事にしながら言葉をクリアに聞かせる、こういった要素があります。あとはですね声の出口はメインが口になるので口を大きく開ければ開けるほど声量がアップします。なのでコーチさんのラップはですね日常生活で使っている声質を大事にした温かみのあるラップかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で温かみのある声なんですけれども、やっぱりコーチさんもアクセントをしっかりと使っているのでラップのパワー感がすごいですよね。優しさと力強さを両方持ち合わせる声っていうかね、素晴らしい。次いきますよ。ここねかっこいいですね。ストレートな感じでね最後まで行くのかと思いきや最後の一つの音、ここがね予想をいい意味で裏切るようなアクションでしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、かっこいい。次いきますよ。田中さん今回めちゃくちゃ低音域を使ったラップなんですね。この声質もいいですね。もう胸腔共鳴メインですよね。なななななみたいな感じの声の使い方、声を出すイメージとしては声を胸に落とすみたいな感じの声の出し方かなと思います。すいません、すごいね曖昧な説明の仕方になってくるんですけど、歌を歌う時って結構イメージ的な部分が重要になってきて、この声を出したいから胸に声を落とすとか、高い声を出す時は鼻から先に飛んでいくイメージみたいなね、こういうイメージって何気にすごく大事なんですよね。自分の出したい声をですね安定して出したい場合はやっぱりイメージ作戦重要なんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。かっこいいね。やっぱストーンズのラップ担当っていうだけあってラップのですね表現の幅がめちゃくちゃ広いですよね。で今回はね僕が初めて聞く低音ラップめちゃくちゃクールですよね。次いきますよ。もうねリズム感が素晴らしすぎますよね。さらっと歌ってる感じに聞こえるんですけど、やっぱりね決めるべきリズムっていうのはしっかりと決めているんですよ。アクセントだったり子音の強さだったり、あとはねさっき説明はしていなかったんですけどちっちゃいつ休符ですね。この休符を入れるからこそ次の音がアクセントになってかっこいいラップに仕上がるんですけど、田中さんの今のラップはですね声質的にはこう淡々とした感じだったじゃないですか。でもしっかりと子音の強さ、アクセント、そして休符、この3つをですね入れることによってかっこいい雰囲気に仕上げてるんですよね。リズムの使い方でここまでかっこよくなるんですね。びっくりしました。次いきますよ。いいね。最後の笑顔爽やかですね。松村さんの今の声の使い方はですね割と鼻の響き、鼻腔共鳴の要素が強いです。で音域的には中低音域ぐらいかな。低すぎはしないんだけどちょっと低めみたいな、そのぐらいの音域だと思うんですよ。でこの音域で声を鼻に入れるとどうなるかっていうと声がすごくスッキリして聞こえるんですよね。鼻に声を入れることによって
声にこうキラキラした成分がですねプラスされるんですよ。艶っぽくなるというかね、そのニュアンスが入ってくることによって声質が全体的にすごくクリアな感じになってます。もう一回聞いてみましょう。やっぱこの笑顔でね、こっちもニヤニヤしちゃいますね。ララ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 ラ、こんな感じですよね。でも普通に鼻に入れないでやるとララ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 ラ、ちょっと声もわっとしましたよね。で鼻に入れます。ララ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 ラ、声がこうすっきりしましたよね。このぐらい低めの音で鼻に入れる声と鼻に入れない声って声質が変わってくるんですよね。田中さんがね、低い音でかっこいい雰囲気だったから、そっからこうガラッとイメージを変えるために鼻に入れる声使ったのかな、松村さんは。次いきますよ。ここはね、森本さんのパートだったんですけど、裏の高い裏声、これ多分ジェシーさんですよね。なんかね、僕もちょっと分かるようになってきたかもしれないです、声で。で、森本さんの声なんですけど、全体的に声に息の音を混ぜたウィスパーボイス、このテクニックを使ってるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。あ、使ってないかな。2人で歌ってる感じですよね。画面に映ってるのは森本さんなんですけど、もう一人と一緒に歌ってる感じがするな。多分2人で歌ってるからウィスパーボイスみたいな雰囲気を感じたのかもしれないですね。で、森本さんの声はですね、胸の声、胸腔共鳴ですね、こちらがメインになってると思います。で、ちょっとだけ他のメンバーよりも声量を小さくして歌ったんじゃないかな。声がね、すごくささやくってほどじゃないですけど、内緒話だよぐらいの雰囲気を感じたんですよね。おそらく声量下げて歌ってると思います。次いきますよ。あ、かっこいいね。ここサビですよね。で、ちょっと今思ったんですけど、今までの SixTONES の曲って全員で歌うところは6人で歌っていても一つの歌声って言ってもいいぐらい溶け込んでいたと思うんですけど、今回はですね、6人全員の声が個性がね、めちゃくちゃ出ていて、いい意味で声が混ざっていないんですよ。これがめちゃくちゃかっこいいですね。ほら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 、音質的な荒々しさを感じますよね。僕個人的には音質的な荒々しさ、これをですね感じるんですけど、でもこの荒々しい感じがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。曲に合うというかね、こういうところも計算して声質作りしてんのかな、SixTONESは。なんかそんな気しますよね。次いきますよ。ほら、なんかよく聞くと一人一人の声を探れば見つけ出せそうなぐらい個性がねガンガン来てますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。本当にね、グループ単位での表現力のレベルが高いですよね。素晴らしい。次いきますよ。今の裏声の使い方もですね難しいですよ。ラララララみたいな、こうスッと切り替わってる感じじゃないんですよね。すごくここもね個性がにじみ出ているというか、しかもね全員でやってるわけでしょ。これがすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。くるよ。ほらほらほら、やばいねこれ。なんかこうね、泣き出してしまいそうな感じのニュアンスかなっていうふうにね僕は思うんですけど、それにしてもねめちゃくちゃ難しい声の使い方してますよね。これ僕できないな。こっそりね練習したいと思います。次いきますよ。
うわー、なんかね、最後ものすごいこうメッセージ性を感じる歌声でしたよね。感情がね 100% 込められた声っていうか、今回の君がいないは歌のうまさが際立っているというか、感情を 100% 乗せるっていうか、なんか気持ちで歌ってるっていう風な雰囲気がしますよね。ロックバンドのボーカリストみたいなね、もう魂で歌うぜみたいな、そんな雰囲気を感じます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。最後このね、フォールかっこいいですよね。で、最後の感情がこうね、大爆発みたいな雰囲気。テクニック的に分析しようと思えばできるんですけど、テクニック的にはね、全体的にここもスタッカートなんですよ。チャーチャッチャッチャッチャーみたいな感じのニュアンスで歌っているので、言葉のアタックがめちゃくちゃ強いんですよね。っていう風に、分析してね、解説はできるんですけど、でも僕はここね、感情で歌ってるっていう風に思いたいですね。何せね、めちゃくちゃかっこいいですから、ちょっとやっぱりね、分析して、テクニックでこうやってますなんていう風に思ってしまうと、SixTONESのね、素晴らしいアーティスト性を下げてしまうんじゃないかなっていう風にね、今回の君がいないでは思ってしまって、そう思わせてくれるSixTONESの歌声の魅力、本当に最高ですね。次いきますよ。森本さんのね、ここのラップ、スピード感がめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここはですね、前回説明したリズムの取り方、前乗りと後乗り。これはね、前回のこっからで説明しました。こうカウントに対して、ちょっとだけ歌のリズムがこう、前にいるような状態。これを前乗りって言うんですけど、で、逆に後ろにいることを後乗りって言います。で、後乗りだと歌の雰囲気が全体的に重くなるんですけど、今回森本さんが使った前乗り、このリズムの取り方で歌うと疾走感が出たり、歌のフレーズがめちゃくちゃ爽やかに聞こえるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ね、超かっこいいでしょ。これね、前乗りでリズムを取って歌ってると思います。で、あとここも全体的にスタッカートを使ってますね。いいね。途中のね、合いの手めちゃくちゃかっこいいですね。で、ここで森本さんの得意技なのかな、こうどんどんね、フレーズの後半に行くにつれて音域がどんどん上がっていくっていうラップのスタイル。で、音域が上がっていくとね、やっぱテンションが上がってきますよね。パワーをもらえるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。君がいないのところ、ここがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、やっぱりね、森本さんのね、笑顔で歌うね、表情がめちゃくちゃ好きです、僕。次いきますよ。おい最初はもうほんと息だけって感じの歌い方から力強い声に移行する京本さんのこのね、声質コントロールやばいね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、最初はね、息だけなんですよ。その後めちゃくちゃ力強いですよね。この声の音量での強弱ではなく、声質の強弱を使った表現方法。この発想がすごいですね。大体の人はね、音量で弱いところ、強いところを表現するんですよ。この音量差のことをダイナミクスって言うんですけど、多くの人はこれで表現します。でも声質で表現ってまずその発想に至らないっていうかね。だからね、個人的にもうこのフレーズ作りに到達した京本さんがすごい。で、京本さんがやっていたのはですね、最初の声をもうほとんど息じゃないですか。もうここは先ほどもねちょっとちらっと言ったひそひそ話なんですよ。今日こんなことあってさみたいなところからシャウトボイスを使った荒々しくて強い声質の歌声。だから声質の強弱で最小から始まって最大まで強くなったみたいなね。
いやちょっとね感動しすぎていろいろ話しちゃって、自分でも何喋ってるかよく分かんなくなってしまったぐらいテンションが今マックス状態なんですけど、これ本当にすごいですね。次いきますよ。君がないみたいな感じの声使ってましたよね最後。いやみんな化け物ですね本当にね、もう表現できない声ないんじゃないかっていうぐらいいろんな声質使ってますよね。もうねテンパる、めちゃくちゃテンパる今もう頭フル回転状態ですよ。いろんな声の引き出しがあって。で2回目の今流したところはですね、その1個前のフレーズほど強弱の振り幅は広くはないんですけれども、やろうとしてる内容は同じような感じですよね。最初は普通にラップを歌って、最後はめちゃくちゃ力強いというか荒々しい感じの声質に変化させるっていうね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、君がない、この声なんですけど、シャウトボイスの一種で、こちら喉をね締めるんですよ。で喉を締めた状態で声を9割ぐらいかな鼻に入れます。もうね鼻声で声を出します。そうするとさっきの京本さんのシャウトボイスみたいな声が出来上がるんですけど、慣れない人がやるとこれ一気にね喉枯れちゃうんで、練習のしすぎには注意が必要なテクニックです。それをね完璧にコントロールしてますよね。素晴らしすぎる。次いきますよ。今回田中さんのラップは全体的にこういい意味で淡々とした感じですよね。周りがこう、はっちゃけたっていうか、こうパワー 100% みたいな感じのラップだから、逆にこう抑え役に回ったのかな。でも田中さんのこの淡々としたラップがあるからこそ、曲の中での一つのねフックっていうか、引っかかるポイントになりますよね。聞きどころっていうかね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。いやラップは力強く歌うだけじゃないんだなっていうのを今知りました。僕ラップはあんまり詳しくないんですよね、正直ごめんなさい。なので今までの僕の歌の知識を照らし合わせたような分析内容になってるんですけど、これまたラップ専門にやってる人だったりラップに詳しい方が分析して解説すると違った内容になると思うんですけど、一つのね考え方だというふうに思って聞いていただけたらなというふうに思います。次いきますよ。今回の森本さん、なんか言葉の発音の仕方がすごくなんか特徴的でしたよね。こう下顎をこう「お」って下げたような言葉の発音、その発音の仕方になんかねバウンド感っていうか、こう弾んだようなニュアンスを感じて、すごくね聞き心地がいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい、超かっこいい。ダーンとダーンとみたいな、発音の仕方っていうかラップのリズム自体がこう下にこうブーンブーンって下がるような感じのニュアンスなのかな。いやかっこいいね。次いきますよ。ここは3人での低い音、真ん中の音、高い音みたいな感じの、この広い音幅でのユニゾンっていう表現方法でしたよね。でこの音域を超えてのユニゾン、この表現方法って歌声がすごくねこう透き通ったようなニュアンスが出るんですけど、よくあるのが1オクターブって言って、ドレミファソラシドの下のドと上のドのこの音幅関係で同じメロディーを歌うみたいなねユニゾンがよくあります。でも今回は多分ジェシーさん、京本さん、松村さん、この3人での幅広い音域を使ったユニゾンだと思うんですよ。でどのぐらい幅が広い音域かというと、ドレミファソラシド2個分って言ったら分かりやすいですかね。一番低いドの音でドレミファソラシドの人で、さらにそこからドレミファソラシドを数えたところの上の音みたいなね。画面切れちゃった
だからドレミファソラシド2個分の音幅で今歌ってるんですよね。これはなかなか聞かない表現方法ですね。でここまで音が広いとですね、透き通る雰囲気がさらに透き通って聞こえます。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、もうスンってこうね、どこまでも声が飛んでいきますっていう雰囲気がするぐらいこう透き通ったニュアンス出てますよね。いやー、面白い表現方法盛りだくさんですね。次いきますよ。コーチさんの声の発音の仕方までもなんかストレートな感じがしますよね。今回ラップなんですけど、青春パンクロックを歌うバンドのボーカルってこう言葉をねストレートにガーンって伝えるような発音の仕方をする人多いんですけど、なんかそれのラップバージョンみたいなね雰囲気を感じました。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごく歌詞が伝わってきますよね、コーチさんのラップは。ラップっていうかちょっとメロディーっぽかったかな。メロラップって感じかな。いや、本当にね、声質も発音もねストレートだからこそメッセージがめちゃくちゃ伝わってくるんですよね。次いきますよ。なんかこうギャング的な雰囲気を感じるのは僕だけですかね。なんかちょっとねこう悪そうな雰囲気というかね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、なんかこうやんちゃな男の子たちみたいなね雰囲気を僕は感じてしまって、ここがねまたかっこいいんですけど、いや本当にね表現のバリエーションがもう無限大ですよね。素晴らしい。次いきますよ。誰かボイストランペットやったよねみたいな。これ多分ジェシーさんじゃないですか。なんかねストタンの皆様からコメントでジェシーさんは芸達者なんですよみたいなねコメントをいっぱいいただきました。コロッケさんのモノマネが得意なんでしたっけ。だからいろんな声が出せるんですよみたいなコメントをねたくさんいただいたんですけど、このボイストランペットもジェシーさんかな。もう一回聞いてみましょう、そのポイント。これこの音、多分ジェシーさんですよね。なんかさっきこの音が鳴る前にジェシーさん注目してみてたら、なんかボイストランペットやるぞみたいな雰囲気と口の動きだったんですよね。間違ってたらごめんなさい。次いきますよ。かっこいい。こうあーとおーしか言ってないのにめちゃくちゃかっこいいですよね。羨ましいですね。僕もあーおー、うわかっこいいって言われてみたい。すいません、どうでもいいお話でしたね次いきますよ。わ、いい。あー、いいね。すごくねねっとりとした色気を感じますよね。全体的に歌詞をあえてはっきり発音しないようなニュアンスで歌ってるんじゃないかなと思います。その結果、先ほど言ったこうねねっとりとしたこう色気というか、そこにつながってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。多分そういうことだと思います。で、声の多くを鼻に入れてるんですけど、でも胸腔共鳴の響きもしっかり使ってるんですよね。なーなな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 なみたいな。今僕の場合はねちょっとだけ鼻の要素がジェシーさんより強かったので、声の太さがね足りない感じの声作りだったんですけど、いやーかっこいい声だ。次いきますよ。そうきたかそうきたかよ。なあなあなあ、こんな感じの声のね作り方ですよね。一曲の中で何個声を使い分けてるんでしょうか。喉を開いて歌ってるかなと思ったら、今度はね喉をこう閉めてみて
ボイストランペットやったり、もうほんと多彩ですね。今のとこもう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。こう瞬間的に声質を変えて歌うってめちゃくちゃ難しいんですけど、ジェシーさんすごくさらっとやってますもんね。いやーほんとすごいです。次いきますよ。今のは京本さんが高い裏声だったのかな。ここの裏声はねめちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。ここは頭を響かせる声で、頭を響かせる声って2つあります。ヘッドボイスとスーパーヘッドボイスって言われる後頭部を響かせる声で、ヘッドボイスはですね声質が綺麗になって、なおかつパワー感も乗せることができます。で、スーパーヘッドボイスっていうのは声がめちゃくちゃ綺麗になります。で、京本さんの今の高い裏声はですね、スーパーヘッドボイスっていう声を使っていたと思います。で、その高い裏声に対して1オクターブ低いところで松村さんがものすごくね、こう感情がこもった歌声、もう一回聞いてみましょう。やっぱり松村さんの体の使い方っていうかね、ちょっと特殊なんですよね。こう声を胸に押し付けるような感じで声を出します。で、声を胸に押し付けるようなイメージで歌うことによって肺の中の圧力も使うことができるんですよね。その肺の中の圧力を声の支えにして歌っているというか。で、この声を使うとですね、声からどことなく切ないような雰囲気を感じる声を出すことができるんですよね。次いきますよ。うわー、シャウトボイスにつなげてきましたね。切ないような歌声から激しさ、ここにねつながってめちゃくちゃ盛り上がってきましたよね。いや、みんな歌の引き出し広すぎません？一人これができるってなったら多分みんなできるみたいなところありますよね、ストーンズって。いやーほんとすごいですね。もう一回聞いてみましょう。いやー、松村さんのシャウトもかっこいいですね。次いきますよ。こっからサビに入るわけね。もうサビの入りのインパクトがやばすぎる。めっちゃかっこいい。もう一回聞いていきましょう。超かっこいいね。やばいねこれは。次いきますよ。お、今ちょっと気づいたんですけど、最後のサビのストーンズのメンバー全員の声の混ざり具合がまた変わりましたね。これは僕が知っている6人で歌ってるのに一つの声のまとまりを感じる溶け込んだ歌声に変わってます。いやーすごいね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、ほらほら。で、今のところはすごくこうね溶け込んだ感じの声だと思うんですけど、その1個前のところは個性大爆発なんですよ。いやー、この使い分けやばいね。次いきますよ。いやいやいや、最後盛り上げてきますね。で、今すごく中途半端なところで止めちゃったかな。ごめんなさい。もう一回聞いてみましょう。なるほどね。ジェシーさんが裏でウェーって言ってんのか。いやー、やっぱりね、ストーンズの曲って全曲共通してんのかな。最後のサビはめちゃくちゃ歌声で盛り上げるっていうね。で、この歌声で盛り上げるっていう手法って R&B とかそういったジャンルではよく使われる手法なんですよね。で、僕 R&B 大好きなんですよ、実は。だからね、こういう展開はもう大好物です。次いきますよ。うわ最後のね、ジェシーさん、ここはね、ごめんなさい、なんかジェシーさん言っちゃって、すごくファンキーなんですよね。
ファンクっていうジャンルのボーカリストってこういう感じなんですけど、ジェシーさんの音楽知識相当深いところにあるんじゃないですかね。いろんなジャンルの楽曲を聴いていたり、でいろんなジャンルの楽曲の歌声の研究もしていたり、これはね僕の推測なんで本当かどうかは分かんないんですけど、多分ねそういう作業をしてると思います。じゃなかったらねこの歌声の引き出しは僕には想像がつかないかな。もう一回聴いてみましょう。ほら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 って言っても多分伝わんないですよね。ごめんなさい。みたいな、僕がやるとねちょっとこうザラザラ感が足りないですけど、ここはねミックスボイスっていう声を使ってるんですね。もう声出してる感覚は今ね裏声なんですけど、でも体の響きのねバランスをこう変えたり、鼻腔の声、頭部共鳴の声、この辺の響きをプラスすることによって裏声なんだけど地声に聞こえるっていう声なんですよ。一般的にはね地声と裏声の中間の声っていう風に言われてるんですけど、顔をねこうあーってやるのは辛いからとかじゃなくて、口とか鼻の空間を広げるんですよね。そうした方がミックスボイス使いやすかったりします。ぜひね気になる方は試してみてください。次いきますよ。最後はここのフレーズを全員で歌う感じでね、声の音圧が大爆発ですね。でやっぱりね全員で歌う箇所のリズムだったり休符、アクセント全部ね揃えてるんですよ。素晴らしいです。次いきますよ。ほらほら、やっぱりねこうリズム感がかっこいいですよね。ラップって僕詳しくはないんですけど聞きはするんですよ。でその中でかっこいいラップっていうのはやっぱりリズムの捉え方がねめちゃくちゃかっこいいイコールラップかっこいいっていう風になるんですよね、僕は。で今のところっていうか、全体的にそうなんですけど、SixTONESのラップはメンバーの誰が歌ってもみんなやっぱりリズムの捉え方かっこいいんですよね。ここが素晴らしいですよね。やっぱ歌ってなると声の出し方に注目しちゃってリズムとかってこう目がいかなかったりするんですけど、自分たちの歌声の魅力を最大限に発揮するためにしっかりリズムも研究するっていうことなんじゃないかなというふうに思います。本当にすごいですよね。次いきますよ。いいねいいね。やっぱりこの盛り上がりたまらないですね。次いきますよ。最後こうやってね一人ずつ歌うわけか。なるほどね。そのままねずっと盛り上がっていくかと思ったら、こうやって一人一人の見せ場があるっていうね、最高ですね。次いきますよ。いいね。いいよいいよいいよ。ごめんなさい、田中さんの前で止めちゃった。ごめんなさい。もう一回戻してちょっとね田中さんからいきましょうかね。森本さんぐらいからいこうか。いやコーチさんからいこう。いいよいいよってやっぱり同じ音のフレーズをですね一人ずつこう順番に歌うことによって一人一人の個性が際立ちますよね。でやっぱりねそれぞれ違った魅力を持っている歌声なのにもかかわらず全員で歌った時は一つに溶け込んだような統率力というかね、それが素晴らしいですね。で今回の「君がいない」に関しては全員で歌ってもそれぞれの個性がねこう際立つようなポイントもありましたし、やばいね。次いきますよ。いいねいいね。ここで終わりか。次いきますねとか言ったけどね、ワンフレーズで終わってしまいました。今回もすごかったです。以上 SixTONES 君がいない歌声分析はここで終了です。さあ今回の君がいないラップが主体の楽曲ということでですね、すいませんあまり
歌のテクニックだったり声の出し方っていう部分には触れられなかったのかなっていうふうに思うんですけれども、全体的に SixTONES のですねメンバー一人一人の気持ちがこもった歌声、これがね一番素晴らしかったなっていうふうに僕は思いました。やっぱりね表現力の幅がめちゃくちゃ広いですよね。もう次から次へと新しい声がやってくるので、聞いていてねどんどん楽しくなってきます。歌を専門的にね勉強していた僕からすると本当にね嬉しいですね。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。